どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、だいぶ前に投稿した30センチキューブ組織培養水草ストック水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れたって人が大半だと思うので、概要欄に再生リストのリンクを貼っておきます。当初は人生初の初売りに浮かれて大量に購入した組織培養水草をストックするための水槽だったんですが、前回の動画では新たな組織培養水草を植栽し、今後の水槽立ち上げに使うまで保存しておくような運用をしていました。始まりは去年の1月の初売りなので、すでに1年半以上が経過しております。さすがにそろそろ動画で報告しておかないとこの水槽が完結しないので、あれからどうなったのかをお見せします。最後の動画投稿から約半年、それ以降はどうなっているのでしょうか。それでは早速やっていくんですが、その前にいつものさらっとおさらいから。去年の1月にワンコインで購入したロタラ SP ハラとオーストラリアンヒドロコティレの2種類のみを豪快に植栽するという荒技を披露し、ずっとトリミング地獄に追われている水槽でした。特にロタラ SP ハラは2カップも組織培養を買っていたため密度が段違いで、動画にするたびに水面を覆い尽くすロタラの映像をお見せしてます。正直絵面的にはインパクトがあるんですが、そもそも使いもしない水草2種類をストックするということ自体がもったいないので、運用方法を変更するために新たな組織培養水草をこの中に追加で導入しました。この時は絶賛骨折中で相当時間がかかったんですが、最終的にはロタラ SP ハラの手前3分の1を根こそぎ引っこ抜いて、ロタラワリッキー、ヘアーグラス、ベトナムゴマのハグサを植栽しています。またオーストラリアンヒドロコティレを植栽している部分にも、左にクリプトコリネ・ウェンティグリーンとストロギネレペンスを無理やり植え込んでます。その後ヘアグラスは無事他の水槽に旅立っていき、残っているのは他の水草のみとなっています。というわけで骨折しながら苦労して行った作業から2週間後、水槽はこんな感じになっています。一番目を引くのはやはり後ろのロタラ SP ハラですね。正直この水草は現在の環境にめちゃくちゃマッチしているようで、成長速度が半端ないです。おまけに一切肥料なんて入れてないのに真っ赤な状態を維持してます。レイアウト水槽であれば嬉しいことなんですが、これだけ成長が早いとせっかく新しく植えた水草たちの光合成を阻害してしまいます。後に旅立つヘアグラスなんて完全に影に隠れて見えなくなってますからね。その中でもロタラワリッキーはそこそこ成長しており、植栽時は全く赤くなかった葉もしっかり色づき始めました。ベトナムゴマのハグサに関してはちょっとヒョロヒョロですね。体感的にこの水草は肥料食いなイメージがあるので、使い古されたソイルでは成長が芳しくないようです。手前に植えていたストロギネレペンスとクリプトコリネにはあまり動きがなく、溶ける様子もありません。そこから2日後、このままだと手前の有形層たちが全然成長しなくなってしまうため、トリミングをしました。地味に植栽から2週間でトリミングって早いですよね。組織培養水草は導入がスムーズにいくと水中用より展開しやすいイメージです。まずはロタラワリッキーをトリミング。まだこの時はワリッキーも数を持っていなかったので結構丁寧にカットしてる方です。どこがやねんってツッコミはなしで、できるだけトリミングした部分を再利用できるように長めに頭頂部をカットしました。続いてベトナムゴマのハグサ。これ実際にカットしてみると頭頂部の方は元気なんですが、根元部分がグズグズなやつがいくつかありました。これは組織培養あるあるで、成長が遅いと感じたら根っこの方は溶けてて、
かろうじてくっついていた頭頂部がなんとか水中の養分を吸って生きながらえている感じです。こういう時は早めにトリミングして腐った根っこを取り除きつつ差し戻した方がいいですね。最後にロタラ SP ハラ。これは本当に伸びるのが早く、ずっと手を焼いています。何度も茎だけロタラになっているんですが、それにもめげずに綺麗な葉を展開してくれてたくましい限りです。有形草はこの成長スピードをいかにコントロールできるかが鍵ですね。綺麗にすくすく育ちすぎると景観を損ねますし、そこら辺の調整は熟練者じゃないとなかなかできない芸当です。そんな感じでトリミングが終わった後の状態がこちら。手前は全く手をつけていないのでモサモサですが、後茎部分はだいぶみすぼらしくなりました。もはや恒例行事なので何とも思わないんですが、この茎だけ有形草は映えもクソもないですね。まあこれからまた新芽を生やしてくれることは分かってるので安心なんですけど、今回も一応トリミングした部分を整えて差し戻しを行っていきます。この作業がマジで面倒で時間がかかるので、もっと楽なやり方がないか模索中。このトレイ見るだけでだいぶ丁寧な仕事してるなぁと自分でも感心してしまいます。なんか他の方のメンテナンス風景を見ると、トリミングして水槽の中ですぐ差し戻したりしてるので、整えずにカットしたら差し戻すみたいな感じにすると時短になりそう。その分きれいにするのは難しい気がします。こんな感じで次々に差し戻しを行っていきます。この時は本当は頭頂部をカットされているところを長くしておくと成長スピードの差でちょうど長さが均一になるんですが、このように差し戻しを行う方を若干長く取ることでトリミング後の見た目改善につながります。正直成長スピードを合わせるなんて高等技術は自分にはできないので見た目重視でやってます。このようにまんべんなく植栽することで先ほどの茎だけロタラの茂みがだいぶマシに見えますね。ちなみに先ほどトリミングしたロタラワリッキーとベトナムゴマのフグサは差し戻しはせず他の水槽に使用しました。というわけでトリミングしてから12日後の状態がこちら。すでに復活してきています。ロタラワリッキーは一度トリミングを経たことによって先ほどよりも赤みが増しています。ワリッキー自体はあまりトリミング耐性がないイメージなんですが、カットを重ねていった方が茂み感も出るし色も鮮やかになるのかもしれません。光を遮っていたロタラをカットしたことでようやくベトナムゴマのハグサも成長が見られ始めました。やはり日照権を獲得することが水草成長の鍵ですね。当たり前ですけど。ちなみにこのタイミングのどこかでヘアグラスは別水槽に旅立っていったようです。ロタラ SP ハラも相変わらず何度目かわからないトリミングにも耐えてすくすくと成長しています。まあ差し戻しを行っているのでその都度リセットはされているんですが、根っこ部分からも新芽が展開されているので何度もカットされている茎もまだ健在のようです。そんな感じでだいたい平穏な暮らしを営んでいるこの水槽、また新入りを入れることにしました。それがこちら、プロセルピナカパルストリス。こちらは環境によっては赤色に染まることで有名な葉が細かく綺麗な有形草です。これ結構前に購入していた組織培養水草だったんですが、例のごとく腐り始めています。腐り始めてるどころか中には白いモヤモヤしたカビが発生しており、もはや瀕死の重傷。組織培養水草をかき集めるだけかき集めて使わないまま放置してるとこうなるので気をつけてください。ただ幸いなことに頭頂部は生きておりまだまだ使えそうだったので今回緊急で水槽にドボンしていきます。ちなみに自分の経験的にこうやってグズグズに溶け始めた組織培養水草を復活させる場合は水上栽培より水中栽培の方が向いている気がします。おそらく浮力による茎へのダメージが軽減されることや
水が循環することで悪い部分が勝手に消えていくというのもあるのではないでしょうか。まあ必ず復活するというわけではないので過信は禁物です。そんな感じで腐ってる部分と汚いカビを取り除いた状態がこちら。下の部分は葉が溶け落ちて無残なことになっていますが、なんとか持ちこたえているといった印象。正直最後ら辺まで根っこ部分を残すか残さないか考えていたんですが、短い方が成長も早そうだったので、本当に元気な部分だけを植栽することに。植栽するのはエアーグラスがもともとあった水槽中央やや右寄り。数がそこまで多くないので、できるだけ密集して植えることにします。あまりバラバラに植栽しすぎると、体感的にはヤマトヌマエビに抜かれる危険性が高くなるので、根が張るまでは近すぎるぐらいがちょうどいいのではないでしょうか。ちなみにこのプロセルピナカパルストリスを植栽したのは、先ほどの映像から25日後です。全体像をお見せするとこんな感じ。ロタラ SP 腹が荒ぶり出しているのはいつものことなんですが、ここに来てロタラワリッキーも勢力を拡大してきています。まだ水面まで到達しておらず、密度もそこまで高くないので、水面にまっすぐ伸びているのが救いでしょうか。ここからさらに四方八方に葉を展開しだしたら手に負えなそうです。感覚的にはトリミングを行って新芽が出始めた直後ぐらいが一番赤かった感じですね。成長が早い分背丈が高くなり、葉の密度が落ちるからでしょうか。もっとゆっくり成長させることができれば、葉の密度が上がってより赤く見えるような気がします。手前のオーストラリアンヒドロコティレは相変わらず侵食してきており、クリプトとストロギネレペンスを飲み込んでますが、その2種類もしっかり成長してます。ベトナムゴマのハグサもいい感じで、ようやく水草ストック水槽の体裁が保たれてきたのではないでしょうか。もう少しロタラ SP 腹を減らして違う種類の水草を植栽すれば、本格的にストック水槽として運用できそうです。というわけでいかがだったでしょうか。数ヶ月を駆け足で紹介していきましたが、まだまだ変化としては序の口です。これからもタイミングを見て続報をお届けしていくので、気になった方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。